こんにちは。今日はこの明るい色の毛糸を使って華やかな模様のベストを作っていきます。今回は幅を広くしてで裾をちょっとだけ短くしてルーズな感じのベストにしていきます。使う糸はダイソーさんのソフトミックス。色はクリームイエロー。材質はアクリルとウール。40g で約72メートル。使用かぎ針の目安は10号。10号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針とハサミを使います。まず前身ごろと後ろ身ごろになる四角を作っていきます。で今回の作り目の数は6の倍数プラス1です。今回私は79目作りました。79目で編んだ場合、1段目は約65センチになりました。しばらく編んでいくと約60センチになりました。で、6の倍数プラス1であればどんな数でも大丈夫なので、好みで幅を決めてください。ここではサンプルとして小さく編んでいきます。で、鎖を編んでいきます。で、普段はこの鎖をちょっとルーズに編んでいくんですが、今回は普通ぐらいに編んでいきます。これをルーズにするとちょっと広がってしまうので、普通ぐらいで編んでいきます。鎖編みが終わったら細編みをしていきます。まず細編みをするので鎖を1つ戻って2つ目に細編み、裏返してこの糸が盛り上がっているところに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み、隣にも細編みで、1つ目にマーカーをつけておきます。で、次も細編みで、このまま端まで細編みをしていきます。端まで来ました。次は長編みを編んでいきます。鎖を3つ、裏返します。で、鎖の根元はこの隣から長編みをしていきます。で、長編み、次もこのまま端まで長編みを続けます。端まで来たらマーカーのところに最後の長編み、これで長編みだけの段が終わりました。次は細編みから始めます。鎖を1つ、裏返して鎖の根元に細編みを1つ、細編みの次は鎖を1つ、1で、足元2つ飛ばして3つ目に長編み、鎖を2つ、1、2、同じところに長編み、鎖を1つ、足元
2つ飛ばして3つ目に細編み。これで細編み、鎖1つ、長編み、鎖2つ、長編み、鎖1つで細編み。これを繰り返していきます。細編みの次は鎖を1つで長編み、鎖を2つ、同じところに長編み、鎖を1つで足元2つ飛ばして3つ目に細編み、また同じように鎖1つ、鎖2つ、同じところに長編み、鎖1つで1、2、3でまた最後は2つ飛ばして3つ目が下の鎖の下から3つ目、ここに細編み、これで三角のアーチのあるところが終わりました。次は玉編みを編んでいきます。まず鎖を4つ、1、2、3、4、1、2、3、4、裏返します。次はこの三角の中に針を入れて玉編みをしていきます。で、玉編みは絡めて三角の中、糸を出して十分に出して、これが1回、もう1回絡めて出して、これで2回、もう1回、全部で3回糸を出しました。で、この端は残しておいて、その他を一度に引き抜きます。で、またこれを引き抜きます。これがちょっと変わった玉編みになります。で、また玉編みを編んでいきます。鎖を2つで玉編み、三角の中に針を入れます。伸ばして押さえて、伸ばして押さえて、これで3回糸を出してきました。で、また端は残しておいて、もう1回引き抜いて、で、これでちょっと変わった玉編み、もう1個玉編みを編みます。玉編みと玉編みの間には鎖を2つ、もう1個1回2回3回3回出したら、端は残しておいて引き抜いて引き抜いて、これで玉編みが3つで、玉編み3つの塊ができたら、次は鎖を1つ、玉編みと玉編みの間は鎖2つ、3つできたら次は1つ
で次の3つの塊を作っていきます。次の三角、ここに針を入れて糸を引き出します。十分に出して2回目、3回目、これを引き抜きます。もう一度で、玉編みの次は鎖を2つで、また玉編み3で、次も鎖2つ、もう一つで、玉編み3つできたら次は鎖を1つ。この玉編みの間は鎖2つ、3つと3つの間は鎖を1つ。次もここ1つで3つを作ります。で、三角の中1、2、3で、鎖2つ、鎖2つで、玉編みで、玉編み3つできたら次は鎖を1つで、また3つを作ります。三角の中鎖2つで、これで玉編みが終わりました。で、この玉編み3つと3つの間は鎖1つがあるんですが、ここも1つ、ここも1つ、両端は鎖がありません。最初も鎖4つ編んですぐ玉編みを始めました。終わりも玉編みが終わったらすぐこの端を長々編みで編んでいきます。この玉編みの次は鎖を編まないで、このマーカーのついているところに長々編み、長々編みは2回絡めて、で細編みのところ2本ずつ引き抜きます。これで玉編みの段が終わりました。次は方眼編みをしていきます。まず鎖を3つ裏返します。この鎖3つは長編み1本の代わりです。マーカーをつけていきます。で、ここに四角を作っていきます。で、今四角の横の部分、次は幅の部分を作るので鎖を1つで、玉編みと玉編みの間に長編みを1つ
これで四角ができました。次また四角を作っていきます。鎖を1つで長編み、この玉編みと玉編みの間、また四角を作ります。鎖1つでここでまた鎖1つ、玉編みと玉編みの間、これで方眼編みができました。これを端まで編んでいきます。ここも忘れずにして四角を作っていきます。3つと3つの間、でまた端でも鎖1つで、この下の鎖の下から4つ目に長編み、1,2,3,4、ここにこれで最後の四角ができました。次は長編みをしていきます。ここと同じように長編みだけをしていきます。鎖を3つ、1,2,3、裏返して、でこの四角の中に針を入れて長編みをします。この四角のスペース、次は長編みの上、次は四角、次は長編みの上で四角、これで端まで編んでいきます。でこことここが同じなので、これを繰り返していきます。この長編みとこの鎖の三角の部分と玉編みと方眼編み、このセットで編んでいきます。で同じなんですが、もうちょっと始まり方と終わり方だけもうちょっとやっていきます。長編みだけの段の端まで来ました。最後の四角にも長編みを1つで、この端の鎖の下から3つ目、ここに長編み、これで長編みだけの段が終わりました。次はこのアーチの部分を編んでいきます。三角を編んだところまで編んでいきます。鎖を1つ裏返します。鎖の根元に細編み、マーカーをつけて、で鎖を1つ、足元2つ飛ばして3つ目に長編み、鎖2つで同じところに長編み、鎖1つ、足元
2つ飛ばして3つ目に細編み。これを端まで繰り返していきます。端まで来たら下の鎖の下から3つ目、ここに細編み。次は玉編み。鎖を4つ裏返します。で、三角に針を入れて玉編みを編んでいきます。鎖を2つで、また玉編み。鎖を2つで、玉編み。で、3つ編んだら鎖を1つで、また三角に玉編み。これを端まで編んでいきます。端まで来たら長々編みをします。端の細編みのところに長々編み。次は方眼編み、四角を作っていきます。まず鎖を3つ、マーカーをつけて、でもう一つ鎖は全部で4つ裏返します。玉編みと玉編みの間に長編み。これで四角。次からも同じように鎖1つ、玉編みと玉編みの間、でこれで端まで編んでいきます。最後の四角を作ります。鎖を1つで、下の鎖の下から4つ目、4つ目に長編み。これで最後の四角ができました。次は長編みだけの段を編んでいきます。鎖を3つ裏返します。四角に長編み、長編みに長編み、四角に長編み、でこれを端まで続けます。で、今編んだところがここと同じなので、これを繰り返していきます。糸が短くなったら新しい糸を足していきます。長編みの部分だと簡単なんですが、玉編みの途中で変えるのはちょっとややこしいので、一緒にやっていきます。まず玉編み、玉編みの次は鎖、もう一つ玉編み、これで2回で、糸がなくなるので3回目は新しい糸を出していきます。この今糸を出してきたところに針を入れて、で新しい糸を引き出します。これが3回分になります。1、2、3、3回糸を出したことになります。で、引き抜いて玉編み
で次の玉編みに移ります。鎖1つで玉編み、でこれはしばらく編んでいってこの反対側で糸を隠していきます。この玉編みに沿うようにして糸を始末します。ここにこっちの糸もここに沿うようにして隠していきたいと思います。これで糸が変わりました。でまた続けていきます。28段できました。今は玉編みの段で終わっています。玉編みの段を数えると7段になりました。長さは約45センチ。次は肩の部分をあと2段だけ編んでいきます。こっちも同じように2段でマーカーをつけていきます。端から1、2、3、4、5、4とこの間にマーカーをつけます。反対側も同じように1、2、3、4、5、4とこの間で、長さは24センチの18センチ、だいたいこれぐらいにしようと思います。24の18で編んでいくんですが、まず表と裏を決めていきます。この長編みと玉編みの綺麗な方が表、こことここで見分けます。こっちが裏で、こっちは表で、今表の状態で糸が出ているところから編んでいきます。このまま続けていきます。でまず鎖を4つ、1、2、3、4、今までと同じように玉編みの次に方眼編みを編んでいきます。で3つ目にマーカーをつけて裏返して、今は裏が上になっています。
で玉編みと玉編みの間、今までと同じように方眼編みをしていきます。でこれでマーカーのところまで方眼編みを続けます。マーカーの手前まで来ました。最後の四角を作ります。長編みの次に鎖を1つ、マーカーのところに長編み、この下に針を入れて長編みをします。これで肩の1段目が終わりました。次は2段目、鎖を1つ、細編みをしていきます。鎖の根元に細編み、でマーカー、今までは方眼編みの上には長編みをしてきたんですが、最後は細編みを1段編んでいきます。四角の中に細編み、長編みに細編み、でまた四角に細編み、長編みに細編みで四角、このまま端まで細編みを続けます。細編みで端まで来ました。端の四角にも細編みを1つ、端の鎖にも細編み、下から3つ目、3つ目に細編みでマーカーのついているところ、これで肩の2段目が終わりました。で前身ごろと後ろ身ごろのどちらか一方でいいんですが、肩を閉じ合わせる糸を残しておきます。閉じ合わせる長さの 3.5 ぐらい残しておこうと思います。1、2、1、2、3で残しておきます。この糸をこのままでこちら側も同じように編んでいきます。で今は表になっています。こちらと同じようにするので、まず裏を向けてこのマーカーのところから方眼編みをしていきます。反対側の肩を編んでいきます。4つ目と5つ目のマーカーのところ、新しい糸を持ってきます。で糸を引き出して鎖1つを編むようにして引き締めます。ここから鎖を4つ、1、2、3、4で3つ目にマーカーで方眼編み、玉編みと玉編みの間、次も同じようにこれで端まで編んでいきます。端まで来たら
最後の四角を作ります。長編みの次に鎖で、下の鎖の下から4つ目、ここに長編み、これで肩の1段目、次は2段目、鎖1つで細編み、次も細編み、このまま端まで細編みを編んでいきます。細編みで端まで来ました。最後の四角に細編みを1つ、鎖の下から3つ目、マーカーをつけていたところに最後の細編み、1、2、3、これで肩の2段目が終わりました。反対側と同じように剥ぎ合わせる長さを 3.5 倍ぐらい、1、2、1、2、3で糸を切って、同じものをもう1枚用意します。片方は剥ぎ合わせる糸を残して、もう片方は糸処理できる分の長さを残して切ってあります。でもう1枚できたら肩を剥ぎ合わせていきます。同じものを2枚用意しました。今は中表にして重ねています。こっちが表で、こっちは裏で、今長い糸が出ているのは手前の右の角、もう片方はこっちも手前の右の角、首の方になっています。この状態でとじ針で合わせていきます。手前の細編みから糸が出ています。向こうはこの一つ目の細編み、このまま向こうの細編みの頭、2本の糸の下で、端はもう一度合わせます。手前の細編みの頭、向こうの細編みの頭、同じところに針を入れます。で、次は隣、2つ目の細編みの頭、向こうも隣、次もで、この時あまりきつくならないようにします。で、また隣、このまま角まで合わせていきます。端まで来ました。同じようにで、端はもう一度同じところに2回
でこれで糸を隠します。こっちの糸も同じように隠していきます。もう一方も同じように合わせていきます。向こうの角の細編みで手前端の細編み2回糸を通して次からは順番に合わせていきます。このまま端まで合わせていって糸を始末します。両方の肩を剥ぎ合わせてきました。次は脇を閉じ合わせていきます。腕を通すところの長さを、これは好みなんですが、この状態で約20センチでちょっと伸ばした状態で測ると約23センチになります。でここから裾からマーカーのところまで閉じ合わせていきます。最初に編んだ鎖編みの端の鎖、ここに針を入れます。向こうも端の鎖で、端の鎖はこの糸端の出ているところになっています。ここに針を入れます。で新しい糸を出して鎖一つを編むようにしてこれを引き締めます。で次は最初に細編みを編んだので、この細編みと長編みの間に針を入れて、向こうも長編みと細編みの間、糸を出してきて引き抜きます。で次は長編みと細編みの間、ここに針を入れます。鎖を2つで、長編みと細編みの間、向こうもここは長編みの代わりの鎖3つになっています。鎖3つと細編みの間、次は細編み、この長々編みと細編みの間に針を入れて、で向こうも長々編みの代わりの鎖4つと細編みの間に針を入れて引き抜きます。でこの時は鎖1つを編まないでこのまま引き抜きます。次はこの長々編みのところ、長々編みと長編みの間に針を入れて引き抜きます。鎖を3つ、1、2、3で、こことここの間、向こうも長々編みの代わりの鎖4つと上の長編みの間、次は鎖3つと長編みの間、
鎖を2つ、細編みの時はそのままで、長編みの時は鎖2つで、長編みの時には鎖3つで編んでいきます。で次は長編みなので鎖2つ、長編みと細編みの間に針を入れて、向こうも長編みと細編みの間、次は細編みなのでこのままで、突っ張らないように、きつくならないように編んでいきます。次は長編みのところ、鎖3つで、ここと長編みの間で、こっちは鎖4つと長編みの間、次は長編み、鎖2つ、長編みと長編みの代わりの鎖3つと長編みの間、反対側も次も鎖2つ、でここは細編みなのでこのまま次は長編みのところ、鎖3つで、長編みと長編みの間、次は長編み、で鎖2つ、で細編みで1、2、3、こここのマーカーをつけたところ、でここも同じところ、この長編みのところ、これで脇が終わりました。次にこのままこの袖の部分の縁を編んでいきたいと思います。一回針を外して裏返します。裏返して表が上になった状態です。糸玉も通して外に出してあります。で針を戻します。
細編みをしていきます。まず鎖を1つ、でここが合わせた糸、この隣に細編みを1つ、でマーカーをつけておきます。で次はここに細編みがあるので、ここに細編みを1つ、次はこの鎖4つ、長々編みの代わりの鎖4つのところに細編みを3つ、次はこの長編みのところ、ここには2つ、次は鎖3つのところ、ここにも2つ、次は細編みのところ1つ、次はこの鎖3つの4つのところ、細編みを3つ、で次は2つ、長編みの時には2つ、次も2つ、ここは細編みのところ、細編みのところには1つ、次は3つ、次は2つ、で次は合わせた糸のところ、合わせた糸の両脇には細編みが1つずつ、このそれぞれに細編みを1つ、次も次は2つ、こっちと同じように編んでいきます。3つ、細編みのところは1つ、スタート地点まで戻ってきました。ここが閉じ合わせた糸、この手前に細編みを1つ、でここで糸を切って閉じ針で始末します。で最後の細編みから糸を抜いて、で最初の細編みの頭、ここに手前から向こうに針を入れます。で最後の細編みに戻ります。最後の細編みの上から針を入れます。で調整して、で裏で止めます。
反対側も同じように編んでいきます。全体の模様もすごく可愛いんですが、襟ぐりのこの部分がとても可愛く出来上がりました。で、ここを少し下げているので着心地も楽ちんです。で、裾は47センチ、少し短めになっています。で、横は60センチ、少し幅広になっています。こうざっくりとルースに着てもらって楽な感じになっています。で、サイズは袖が20センチの裾までは27センチで、襟ぐりは約62センチ、広めになっています。合体糸は8玉、残ったのはこれぐらいで、とても可愛いのでよかったら試してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。